こんにちは、グリプトです。アルト以下の値動き見てるとですね、バブルっぽい感じが出てきましたね。あと他、プラス要因と取られるものも何個か出てますんで、本日も関連株、そしてその他アルト方面の動向を取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日もポジネガファンダチャートなどまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在11万7500ドルあたりを推移しています。発表された指標の方ではカナダの雇用統計などがありまして、結果は予想以上でカナダドルの上昇要因とはなってるんですけど、市場では今朝のパウエル議長が辞任を検討しているという報道が話題になりました。ドル円は147円台に突入してまして、米株各指数は若干上昇、ゴールドは上昇という展開ですね。ただ、個別株の方はですね、ファンダが出てるものはちゃんと反応してて、まだ元気な状態です。あとビットコイン関連では、ボラティリティ指数 BVIV が低下してます。今までは価格とボラが、このように連動してたんですけど、ここ最近はビットコインの価格が上がってもですね、ボラは低くなってる。金と同じように資産として安定してきてる。市場の成熟が進んでいると見られています。あとステーブルの供給量も増えてまして、USDT と USDC を合わせた時価総額も過去最高を更新しています。で、このグラフの通りですね、ステーブルの供給量と仮想通貨市場の盛り上がり比例して動いているので、こちらも上への圧力要因として捉えられてますね。あと個別株の方ではまずコインベース関連の話題が多く出てます。デリバティブ事業強化のために分散型オプションプロトコル OPIN の CEO らを採用、また SNS の運用も強化するために元バイナンスの SNS 責任者も採用となっています。あと他ではオレゴン州から未登録証券販売で訴えられている件で、オレゴン州の知事のコテック氏が州の方針を変更したということで、公文書の開示を求めて知事を提訴したというのも話題になってますね。株価は前日に年初来最高を更新しまして、昨日はマイナス 0.49% と、未だ高値維持となっています。あとはロビンフッドの暗号資産部門ロビンフッドクリプトがフロリダ州から捜査を受けているという情報も出てますね。ロビンフッドが仮想通貨を購入する最も安価な方法と、宣伝していたのに対してですね、それを裏付ける根拠がなくて虚偽に該当する可能性があるということで、捜査に入ったとされています。あと他ではアークインベストがコインベースとロビンフッドの株をそれぞれ650万ドル分580万ドル分売却したのも注目されています。でロビンフッドの株価は今のところそこまで影響なくですね、100ドルの攻防で終わってますね。あとはトレジャリー関連ですね。スマートウェブカンパニーが 275BTC 買いますし、ソーフユーロは 1275BTC、DDC エンタープライズがアニモカブランズから最大1億ドル相当のビットコインを提供してもらう各種を締結、ビットコイン財務戦略の支援とされています。株価もプラス 20.82% と高騰しています。であとはイーサのトレジャリーですね。シャープリンクゲーミングがイーサ財団から1万イーサを直接購入したことを発表しています。1イーサあたり2572ドルで取得とされています。株価もプラス 17.15% と続伸しています。であとは BTC デジタルも100万ドル相当のイーサ準備金を確保、イーサ財務戦略へのシフトを発表しています。株価もプラス 13.3% と反応してますね。あとはソラナのトレジャリーですね。UPEXI が普通株と転換社債の死亡で2億ドル調達を計画、ソラナの買い増しに充てるとされています。株価もプラス 7.80% となっています。あと他日本株の方ではリミックスポイントの 116BTC 買い増しとかありましたね。あと他メタプラネットとか S サイエンス落ち着いてきてる印象ありますけど、週明けまた動くのか注目です。あと ETF 関連の話題ではブラックロックの IBIT の運用資産残高 AUM が史上最速で800億ドルに到達したこと、あとは先日グレースケールのマルチアセット ETF GDLC ETF が承認後に再審査に入ったことを取り上げましたけども、その動きに対してですね、グレースケールが SEC が承認済みの GDLC の運用を差し止めたのは違法で投資家に損害を与えると主張したのも話題になっています。
こちらも承認されればですね、米国初のアルトを含めたマルチアセット ETF 取引開始となりますんで、その後の進捗が注目されてますね。昨日の ETF は現時点ではプラス 0.47 億ドル相当、今週もプラス18億ドル以上ですね、流入となりそうです。香港はゼロとなってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 2.79%、834億ドル相当、こちらも ATH 更新となってます。オーダーブックの状況としては、上は11万8500、下は10万7000あたりが目立つ状況となっています。今後の指標としては、7月15日に米 CPI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、7月16日に ACPI、米 PPI、米鉱工業生産指数、7月17日に米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数が控えています。ビットコインはですね、パウエル議長の辞任が利下げ期待につながれば、また上の圧力要因になりそうですけども、チャートとしては1時間足のサポートは終わっている状態です。大きな指標もない緩い1週間が終わってですね、来週の暗号ウィーク突入前にポジションを解消するのかどうかというところも注目されそうではありますね。で、4時間足日足のサポートはですね、一応11万3000あたりになってますけども、連休中にどのように動くのかも注目です。そしてイーサですね。イーサの価格が現在2950ドル、BTC 建ては 0.0251。先物の方では OI は全体でプラス 0.62%、411億ドル相当。ETF は現時点ではプラス 0.55 億ドル相当。今週は8億ドル以上流入になりそうです。香港はゼロです。イーサ関連の話題では、イーサリアム財団がゼロ知識証明 ZKEVM をL1 メインチェーンに統合する計画を発表しています。バリデーターがトランザクション再実行の代わりに3つの ZK 証明でブロック検証を行うと。成功すればプライバシーやスループットの向上が見込まれるとされています。この L2 の負担を減らしていくという動きですね。前からありましたけど、個人的にはね、この L2 の ZKEVM 向けの需要が今後どうなるのか気になりますよね。あと他ではイーサのステーキング率が 29.39% に到達してまして、過去最高更新となっています。ベクトルアップグレード後に上昇傾向になったと見られてますね。こちらも供給量の低下からプラス要因として取られるのかなと思います。イーサはまだ3000ドルのコンボとなっています。これも連日お伝えしてますけど、この BTC 建ての 0.025 の抵抗が肝になってるんで、今回もここで折れちゃうのかが注目ポイントだと思いますけど、サポートは 0.024 あたり、こちらも反転してブレイクできるのか注目ですね。あとアルト関連ではトロンのレバレッジ ETF TREX2 倍ロング ETF が申請されたこと、不正流出被害に遭った JMX がハッカーとの交渉に成功して500万ドルで和解、資金返還となっています。JMX トークンも回復してますね。あとはインフラプロバイダーカルデラがネイティブトークンエラをリリース、総供給量の 7% がエアドロとなっています。こちらの今後の進捗にも注目ですね。アルトのチャート的にはトロンですね、節目の 0.3 ドル超えてます。こちらもカップの形成が期待されると思いますけど、続進できるのか注目です。あとは XRP ですね。プラス 7.4% と、上位の中でも強くなってます。こちらも 2.6 ドルが抵抗強い印象ありましたけど、今回突破となってますね。次は3ドルの攻防ですけども、こちらも再度上昇するのか注目です。あと個人的に気になったのは、日本の国内取引所の BCG トークンが吹き上がってるのが気になりましたね。これまで軽く上がる相場では全く反応してなかった、この BCG トークンに買いが入るっていうのはですね、バブルの兆候だなと思いましたね。で、今また一旦落ち着いてますけど、こちらも続進するのか注目ですね。今日はこのとこですかね。暗号ウィーク前に、ポジティブなファンダ多い印象ありますけど、来週も続進できるのか注目ですね。次回は何もなければ来週火曜更新となります。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。